周永は結婚後、呉周氏と呼ばれる1868年に慶応の盲点で生まれ、42歳、1910年に亡くなりました。彼女は陝西省で最もな伝説であり、当時、多くの新しいビジネスモデルを生み出し、新王朝の救世主の一人でした。周永は、子供の頃から才能があり、頭が良く、数字を覚える得意で、並外れた記憶力を持っています。彼女は、自身の知恵、勇気、独創性を持って、ビジネス帝国を作りました。彼女は寄付金で、西太后から一本孔明夫人に封じられた。彼女は、たくさんの難民を救済し、善行が、漢中の人々に広く伝われていました。今日まで、彼女の善行と先見性は、今でも地元の人々によって広く流伝されています。周永の家族も慶応で有名な家族であり、彼女の曽祖父の周梅村と祖父の周永二人とも著名な人物でした。彼女17歳の時、彼女は暗号、実衣堂の一人っ子である呉平と結婚しました。呉平、次回以降、16歳で不治の病に苦しみ、死にかけていました。当時、民間には、封建的な迷信があり、病人は、結婚によって、病気が治れる、民間では、中期と呼んでいた。病人は、災害が避けられ、風雨を幸運に変えることができます。結婚の当日、呉平は寝たきりでした。もちろん結婚式に、新郎新婦の礼を挙げられなかったため、妹は男に変装して、呉平に代わって敬礼しました。あと一つの噂が、一匹鳥を使いながら、新郎に代わって儀式が行われた。結婚数日後、呉平は亡くなり、その後、呉周氏の人生は台無しになり、未亡人になりました。呉氏族には、男性の継続者がいませんでした。彼女が唯一法廷の相続人になりました。清代を築くできた呉氏事業は主に、呉平の父である呉夷文が公訴訟、公正使用、安徽省など縁務の独占権を取得したものでした。呉夷文、字、官章、同行の、皇院年、西暦1830年で生まれ、皇著の平氏年、西暦1876で亡くなった。彼は独占使用産業ライセンスを持って、揚州で設立、有龍前玄武総工本社を設立し、様々な場所に支店を設立した、年収数百万がありました。円商は、当時最も裕福で強力な商人であり、他の商人の手の届かないところにありました。呉氏族はたくさん財産が作れ、名声が広がられるのは、家父、呉周氏が家業を主催した後のものでした。呉夷文の死後、呉氏族の事業は徐々に衰退してきましたが、呉周氏が再び家業を引き継ぐための経済的基盤でも、ある事業、商店、資本は、まだたくさんあります。呉周氏が舵を引き継いだ後、呉氏族の外にはまだ多くの商号、産業があったが、日々衰退し、収支が合わず、崩壊寸前だった。呉周氏が危機に瀕するよう命じられた時、彼女は実際にそれを独立支えて危機を逆転させ、呉氏族を復活させました。呉氏族は復活できるのは主に呉周氏が人を善用することです。彼女の周りには何人かのアドバイザーがいて、オウさんが特に呉周氏に信頼されていた。毎回主要なビジネスプランを立てると、呉周氏は彼と話し合う必要があります。彼女が18歳で家業を引き継いだ時、彼女は歴史の中の皇太后のようにミスを垂れてその奥で訴状を聞くことをしてキャリアで成功を収めた。年末には外に派遣された各事業部長らは呉氏族元に呼び戻され、総長が主催者呉周氏の代わりに宴会を主催し、家業の主催者オーナーは皆への関心を示した。呉周氏は食後にホールである部屋の外に竹のカーテンをかけ、各地の商売状況の報告を聞いた。
その後、来年のアレンジについて意見を述べた。当時の宴会に出席した各地の事業部長たちは、若い家父は何かを知っているのかと非常に不満を抱き、全員がすべて不審の態度を持っていました。オーナーの事業が衰退しているのを見て、表面的に甘い言葉で応じるけど、後ろには仕事を見つけることを始まり、オーナーを早く潰れるのを密かに計画している人もいます。2年目の終わりに、決算後、周氏の考えに従って行動した称号はすべて、大金を稼ぎ、彼女のアドバイスを実行しなかった称号は金を損失しました。同時に、周氏は資金を拡大して、称号の社員皆に株に参加できるように、また、社員の家族も、氏族で働くことができます。それ以降、周氏は、リーダーの間で名声を確立し、誰もが彼女のユニークなビジネス鋭い観点と優れた財務管理スキルで彼女を称賛し、それ以来彼女の評判は高まっています。周氏の家には4人のメンバーしかいません。彼女、養子である海鮮、義理の娘、そして養女であり、残りは、すべて彼女に仕えています。会計、家政婦、使用人、シェフ、警備員、仕立て屋や職人など、総計200人以上、費用は、年間10万両以上の銀を費やしていました。当時の食料の価格によると、その費用が、年間10万人に食料を提供することができました。周氏は暗号法上内で自分のために北京の資金城を模倣し内城を建設しました。彼女はそこで一軒家に住んでいて30人の家庭によって守られていました。内城にユニークなスタイルの小さくて絶妙な庭園が建てられました。築山、木落ち、石庭、回る回廊があります。築山の下に、彼女の隠楽ための洞窟を作ってありました。西側には、中国と西洋のスタイルを組み合わせた、望月楼を築いた、金粉を描く、彫刻が施された、針や胸の建物は、彼女が休息と宴会の場所でした。家の家具は素晴らしく、非常に豪華です。泥棒や鳥の侵入を防ぐため、天井に鉄線で折られており、床にすべて地板を敷き、上には赤い絨毯を敷き、前後には宮殿の提灯を吊るしていて、様々なクスノキのテーブルと椅子、家具と調理器具、貝殻、金、翡翠、宝石が散りばめられた屏風とワードローブ、金と翡翠の入れ物、珍しい骨董品が展示され、有名人の書道と絵画が飾られています。ホールの真ん中には明るい黄色のサテンで縁取られ、ガラスの箱に入れられた西太后の聖紙があり、その上には西太后の神筆で書かれた五穀婦人の金色の扁額がかけられています。彼女の家は豪華な内装で日常使いの茶碗道具も特別です。各種類の磁器が数百件あります。斬新なスタイルと鮮やかな色が青、白、赤など。葬式時に青と白の磁器を使用します。結婚式の場合、すべての硬貨磁器は西太后によって恩賜されたものでした。日中戦争中、家の壁の密室から掘り出された単色、式の観葉、磁器、300ものテーブルの量があります。細角ついたハンドランプが120組ありました。中華民国の初期、軍閥の混戦中に、軍は彼女の義落から1フィート以上の高さの在神人形の翡翠像を掘り出し、水の池に緑エメラルドを反射させたと言われています。大変貴重な宝物と言えます。夏の暑さを防ぐために、近くの高架砲の場外に高架火炎が建てられました。緑のレンガの壁の内側には高層ビルがあります。両側に石と青レンガで覆われた二穴の大きな洋。周囲に100ぐらいの建物が点在しています。貴重な花や木が植えられ、あらゆる種類の珍しい草花や植物が栽培されている温室があります。
彼女が一人の干渉のため、遠いところから移植されてきた2本の木蓮の木が抱き合っていました。彼女の日常生活は非常に精巧で、食べ物、飲み物、服装は非常に豪華です。家には彼女のために様々な有名なシェフ十何名以上がいる。平年に仕立て屋がいつも何人かいる。彼女個人的な四季の服を縫う、シルクとサテン、絹織物、そして様々な貴重な毛皮とウールの生地が何百セットものを寝かせていた。彼女の一枚刺繍スカートは銀100両で完成まで半年以上かかります。暗号の清水がアルカリオ含有のため彼女飲まない。毎日7または8マイル離れた交差点から聖火の水を引くための専用車があります。暗号法内にじんわりという宝生の2つの食料品店があり、家族で利用できます。また、三軒に行って日用品を購入するための専用車があります。彼女が一人で楽しむために、家の中に鳩小屋、鶏舎、犬小屋、鳥かご、そして馬屋があります。これらの物世話をする特別な人員がいます。彼女が外出するたびに特別繊細なセダンチェアが、金色のサドル、銀色のスターラップ、豪華な装飾が施された大きなウォーキングラバがあります。夏はシルクのテントを使って、冬はウールとサテンのテントが寒さを防ぐために使用されます。季節によって変更します。さらに装飾の少ない車両が3から4台あり、それらは使用人が引っ張られて続きます。上三軒のローは知恵競馬に参加するために、彼女は1200テールの義務を使って、人々が1000にコーと呼ぶ夏目の赤いウォーキングホースを購入しました。家には10から20匹の良い犬がいて、常勤のスタッフが飼っています。彼女が楽しむために60両の銀で鳥を購入しました。5、収支の富が増え伴う強い経済力を絶ってきた彼女は、封建制の支配者たちに媚びへつらう、政治の舞台に入ろうとして試しました。公著費の当四年、1877年と母印年、1878年に、豪士族は新政府に22,000両の義務を寄付しました。公著11年、1877年、また慶応分病と運用上公病を立て直すために4万両の銀を寄付しました。特に1900年の義和団の乱以来、8カ国連合軍は北京に侵攻し、西太后が急いで西安に逃亡した時、豪州氏はチャンスを握って、西太后に国難援助の名義で10万両の銀を効納した。敬意を表した後、西太后に召喚され、深く称賛され、義理の娘を受け入れ、正式に日本婦人の意に使用され、死後、一本婦人に追封された。西太后はまた新筆で、金文字の五国婦人の変額を書きました。豪州氏は栄光を示すために、劇団を3日3夜続けて歌うように誘う。それ以降、彼女は、西太后から恩寵を受け入れ、彼女のステータスは、前よりすごく昇進した、名声は遠近に広がっていました。これは、彼女の人生の全盛期でした。豪州氏の生活は非常に豪奢したけど、彼女は好評を得るため、地元の人々にもいくつかの良いことをしていました。たとえ、暗号で学校を作る、村の貧しい子供たちの入学を援助し、後年に倉庫を開き、糧食を配る、水利工事を行う、橋梁の修繕、道路を設けるなど。豪州氏は豪氏族の家業を継承し、数百万を稼いだ。彼女は豪氏族の復活の後進ですけど、継承する息子がいないのは残念です。豪氏族の血統を継承するために、豪氏族の中に一人養子を受け入れなければなりません。選ぶことによって、一人養子が選出された、豪海戦、名付けられました。豪海戦が相続した後、加算の支配権を独占つもりだった。彼は、
母親との対立、しばしば家庭問題が発生しました。ゴー・シュウ氏は決して手を諦めず、怒り狂って、西安府大河門に行き、訴訟を起こした。当時、知府及び不正氏である韓蔵省は、両側から賄賂を受け取り、真実を知ってた、ゴー・シュウ氏は訴訟の場所を変更し、蘭州知事のが門に行って、苦情を申し立てたいと思いました。韓蔵省は、その知らせを聞いた、すぐにゴーカイセンを呼び寄せ、彼に、あなたのお母さんは、総督府に上訴し、あなたの不順と不幸を非難し、あなたは斬首をするでしょうと言いました。ゴーカイセンを威嚇する一方で、彼はまた、寛寧と、長安の知見に朝廷を任せました。彼は、またゴーカイセンを三元の賛成通りの、ゴー・シュウ氏の邸宅に連れて行き、ゴーカイセン、そこで朝から午後までひざまずいて謝罪し、ゴー・シュウ氏は、ゴーカイセンを立ち上がるようさせ、訴訟案はそのままで終わった。ゴー・シュウ氏が暗号に戻ると、彼女はすぐにゴーカイセンに補佐人たちをすべて解雇し、それ以降、家事の手配と財産は、すべて、彼女一人のものでした。ゴー・シュウ氏は17歳で、ゴーヘイと結婚しました。幼い頃に家父になり、18歳で家業を引き継ぎ、1910年42歳で亡くなりました。20年以上、彼女の懸命さで、様々な計画により、革新の知恵と凄腕で、生計を立てました。ゴー氏族に何百万財産を集めました。そして、高価の恩恵を受けて、ゴー氏族は、漢中の輝かしい家族になりました。暗号家父はまた民家、伝承の割財シーンになり、各地に広がり、ゴー氏族から尊敬されるべきですが、封建社会における影響の下で、倫理と道徳は踏み越えられませんでした。中国人には、親不孝には3種類あり、子供がないのは最悪の親不孝と言われた。そのため、ゴー・シュウ氏が亡くなった後、祖先の墓に入ることが許されず、ゴー氏族から追い出され、村の東にある別の墓地にしか埋葬できませんでした。墓石を建てるための石とレンガを購入したが、翌年、1911年に清が、医革命が勃発し、墓地の建設は中止され、孤独な荒れ墓だけが残っていた。彼女は、子供がいないことで非難されることができますか？結婚後、夫は亡くなり、かわいそうなゴー・シュウ氏は、封建制度の犠牲者に過ぎません。一生に定説を守らせ、ゴー氏族を復活させるため、彼女は一生懸命頑張っていた。しかも養子を引き取ったが、結局、ゴー氏族の先祖代々の墓に埋葬することができず、それはその時代の女性にとって大きな恥であると考えられていました。しかし、そうは言っても、そのようなビジネス記載の女は、彼女の死後、彼女がどこに埋葬されているかを気にするべきではありません。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。